2026年3月、アメリカ、テキサス州の病院で起きた出来事だ。その日、救急搬送されてきたのは、まだ3歳の小さな女の子だった。名前はエマ。自宅で突然倒れ、両親が気づいた時にはすでに意識がなかった。救急車が到着するまでの数分間、母親は泣きながら胸を押し続けた。病院に運び込まれた直後、医療チームは全力で蘇生処置を開始した。モニターが警告音を鳴らし続ける中、医師たちの表情は次第に険しくなっていった。心臓は止まっていた。そして脳波も完全にゼロになった。9分間、医学的に言えば、その9分間、エマの脳は全く機能していなかった。意識はない。思考もない。夢を見ることすら不可能なはずだった。しかし、蘇生に成功し、エマが目を覚ました後、彼女の口から信じられない言葉が語られた。ママ、おばあちゃんが窓から入ってきたよ。手をつないでくれた。母親はその言葉を聞いた瞬間、全身が凍りついたといい、エマが語った。おばあちゃんは、エマが生まれるよりも前に亡くなっていた。写真を見せたことも、名前を教えたことも一度もなかった。それなのにエマは、その人物の特徴を、驚くほど正確に描写してみせた。担当した神経科医は言う。脳波がゼロの状態で、知覚が起きるはずがない。科学では説明できない。死の瞬間、人は何を見るのか。3歳の子供が、脳の活動が止まった闇の中で出会ったのは、一体何だったのか。この謎を解くために、まずあの朝、エマの身に何が起きたのかを、最初から振り返る必要がある。2026年3月、アメリカ、テキサス州の郊外に、ごく普通の家族が暮らしていた。父のダニエル、母のサラ、そして3歳になったばかりの娘、エマ。エマは、とびきり元気な子供だった。笑い声が絶えない。走り回る。転んでも泣かない。そんな子だった。その朝も、エマはいつものように早起きした。サラが朝食の準備をしている間、エマはリビングで小さなぬいぐるみを並べて遊んでいた。何も変わらない。穏やかな朝だった。誰も、あと数時間後に何が起きるか、想像すらしていなかった。朝10時を少し過ぎた頃、エマが急に咳き込み始めた。最初は軽い風邪だろうと思っていた。しかし、みるみるうちに顔色が変わった。唇が青ざめていった。呼吸が乱れ、やがてエマは床に倒れ込んだ。サラは叫び声を上げた。ダニエルがすぐに救急車を呼んだ。救急隊員が到着した時、エマはすでに意識を失っていた。病院に搬送される間も、エマの状態は悪化し続けた。心臓の動きが不規則になり、救急車の中で一度、心拍が止まりかけた。テキサス州の小児専門病院に到着した瞬間、医療チームが飛び出してきた。処置室に運び込まれ、蘇生処置が始まった。医師たちは懸命に動いた。除細動器が使われた。胸骨圧迫が繰り返された。しかし、モニターの数値は動かなかった。午前11時17分、エマの脳波が完全にゼロを示した。医師たちは手を止めなかった。だが、数値は沈黙したままだった。1分が過ぎた。3分が過ぎた。処置室に張り詰めた空気が漂い始めた。サラは廊下で膝をついていた。ダニエルは壁に背を預けたまま、動けなかった。脳波がゼロのまま、時間だけが流れていった。5分、7分、そして9分が経過した。その瞬間、モニターに小さな波形が現れた。かすかな、しかし確かな信号だった。エマの心臓が再び動き始めた。処置室に誰かの息を飲む音が聞こえた。エマは生きていた。しかし、脳波がゼロだった9分間、エマの意識はどこにあったのか。その答えは、エマ自身の口から語られることになる。エマの目がゆっくりと開いた。処置室の白い天井が視界に映った。しかし、エマの意識はまだ、どこか遠いところにあるようだった。医師たちはすぐに状態を確認した。心拍は戻っていた。呼吸も、かすかに再開していた。しかし、エマはしばらくの間、誰の問いかけにも答えなかった。ただ、静かに、何かを見つめていた。担当医のレイノルズ医師は、後にこう語っている。あの子の目は、この部屋ではない。別の場所を見ていた。私は長年、多くの患者を見てきた。しかし、あの瞬間のエマの表情は、今も忘れられない。その日の夜、エマの母親、サラは娘のベッドのそばに座っていた。エマは少しずつ意識が戻り、か細い声で話し始めた。ママ、怖くなかった。
サラは息を飲んだ。どうして、怖くなかったの？エマはしばらく考えてから、答えた。おばあちゃんが、来たから、サラの手が、震えた。エマの祖母、マーガレットは、エマが生まれる3年前に亡くなっていた。エマは一度も、その祖母と会ったことがない。写真すら、ほとんど見せていなかった。それなのに、エマは続けた。窓から、入ってきた。白い服を着てた。髪の毛が、長くて、優しい顔だった。サラは声を出すことができなかった。マーガレットは生前、いつも白い服を好んで着ていた。長い髪を後ろにまとめるのが、彼女のトレードマークだった。しかし、サラはエマにそのことを話したことは一度もなかった。エマが語ったその姿は、サラの記憶の中のマーガレットと、驚くほど一致していた。神経科学の観点から見れば、これは説明のつかない現象だった。脳波がゼロの状態では、いかなる知覚も、記憶の処理も、起こり得ないとされている。意識が存在するためには、脳の活動が不可欠だというのが、現代医学の大前提だった。しかし、エマは脳波が完全に止まっていた9分間に、誰かと出会い、声を聞き、その手のぬくもりを感じていた。では、エマの意識はその9分間、どこへ行っていたのか。エマはさらに続けた。明るいところに、道があった。次の瞬間、エマが語り始めたのは、光の中に続く、長いトンネルのことだった。明るいところに、道があった。エマはそう言って、小さな指で空をなぞった。その仕草は、何かを実際に見ているかのように、ゆっくりと、確かなものだった。担当医のレイチェル・モリス医師は、後にこう語っている。3歳の子供が作り話をするとき、目は泳ぎます。でも、エマの目は違った。まっすぐ、遠くの何かを見つめていた。エマが語ったのは、光の中に続く長いトンネルだった。白くて、暖かくて、怖くなかった。と彼女は言った。トンネルの中には、音がなかった。風もなかった。ただ、柔らかい光だけがあった。そして、その光の先に、誰かが立っていた。エマは続けた。おばあちゃんが、手を出してた。その瞬間、エマの母親は言葉を失った。エマの祖母、つまり母方の祖母は、エマが生まれる2年前に他界していた。写真を見せたことも、名前を教えたこともなかった。エマは、その祖母を知るはずがなかった。それでもエマは言った。髪の毛が、白くて、目が優しかった。後日、家族が古いアルバムを開いた。そこには、亡くなった祖母の若い頃から晩年までの写真が並んでいた。エマはその中の1枚を指さして言った。この人、トンネルにいた人、家族全員が凍りついた。エマが指さしたのは、祖母が60代の頃の写真だった。白髪で、穏やかな眼差しをした、その写真だった。神経科学の観点から見れば、これは説明のつかない現象だ。脳波がゼロの状態では、記憶の形成も、視覚情報の処理も、起こり得ない。意識の基盤となるニューロンの活動が、完全に停止しているからだ。しかしエマは、存在を知らなかった人間を、正確に識別した。光のトンネル、先に行ったものとの再会。これは、世界各地の臨死体験者が語る証言と、驚くほど一致している。文化も、言語も、年齢も異なる人々が、同じ構造の体験を報告し続けている。偶然と呼ぶには、あまりにも似すぎている。そして、エマのトンネルには、続きがあった。祖母はエマの手を引きながら、こう言ったという。まだ、戻りなさい。その言葉の意味を、エマはまだ理解していない。しかし、エマが戻ってきたのは、事実だ。では、その境界線とは、一体どこにあったのか。祖母は、こう言った。まだ、戻りなさい。その言葉は、優しかったという。命令ではなく、懇願でもなく、ただ、静かに、確かな愛情を込めて、エマはその場に立っていた。光の中に、音のない空間に、そして、気づいた。ここには、境界線がある。と、臨死体験の研究者たちは、この、境界、の概念に、長年注目してきた。多くの証言に、共通する構造がある。川、霧、扉、あるいは、ただの光の変わり目。形は違っても、体験者たちは口を揃える。そこを越えたら、戻れないと分かった。と、エマの場合、それは廊下の終わりだった。祖母が佇んでいる。その少し先、光がより強くなる場所。音が完全に消える場所。エマは、
そこへ進もうとした。しかし、祖母の手が止めた。強くではない。ただ、確かに、繋がれたまま、神経科学の観点から言えば、この時、エマの脳は機能していなかった。脳波はゼロ、酸素供給は途絶えていた。医師たちは、懸命に心臓を動かし続けていた。それでもエマは、何かを見ていた。何かを感じていた。意識がない状態での知覚。これを、科学はまだ説明できない。イギリスの研究者サム・パーニア博士は、2025年の論文でこう述べている。臨死状態における意識の存続は、現在の神経科学モデルでは説明不可能な現象だ。と、エマだけではない。世界中で、同じ証言が積み重なっている。ある者は、川の手前で家族に呼び止められた。ある者は、扉の前で、まだ時間ではないと告げられた。ある者は、ただ、引き返す感覚だけを覚えている。共通しているのは、選択の瞬間があったということだ。意識的か、無意識かはわからない。しかし、体験者たちは言い、何かが決まった。と、エマもまた、その瞬間を経験した。祖母の声が、もう一度響いた。行きなさい。あなたの場所は、まだここではない。エマは振り返った。来た方向へ。光が遠ざかった。音が戻ってきた。そして、次の瞬間、エマは泣いていた。病院のベッドの上で、医師たちの声が、周囲に溢れていた。しかし、エマが泣いたのは、怖かったからではない。祖母と、離れなければならなかったから、その境界を越えることなく、戻ってきたエマには、もう一つの記憶があった。境界のこちら側で見た、あるものの記憶が、それは、エマ自身の、過去だった。光の中に、記憶があった。エマが見たのは、祖母だけではなかった。境界の向こう側で、もう一つの何かが、エマの前に広がっていた。それは、映像だった。断片的ではなく、鮮明に、まるで、誰かが丁寧に並べたかのように、エマ自身の、生まれてからの記憶が、次々と目の前に現れた。最初に映ったのは、母親の腕の中だった。生まれたばかりの自分が、暖かい光の中で眠っている。その映像は、エマが知るはずのないものだった。3歳の子供が、自分の誕生を覚えているはずがない。それでも、エマには見えていた。はっきりと、次に映ったのは、初めて笑った瞬間だった。母親が顔を近づけるたびに、エマが声を上げて笑う。その音まで、聞こえた。続いて、初めて立ち上がった日、床に手をついて、よろよろと立つ小さな足、転んで、また立つ。それを見守る母親の目に、涙が光っていた。記憶は止まらなかった。公園で風を受けた日、雨の日に窓を叩く音を聞いた夜、猫に触れて驚いた朝、どれも小さな出来事だった。どれも誰かに話すほどの出来事ではなかった。しかし、その一つ一つが光を帯びていた。まるで、それぞれの瞬間がかけがえのないものだったと、誰かが教えてくれているかのように、神経科学者たちは後に言った。臨死体験における人生の走馬灯は古くから報告されている現象だと。しかし、3歳の子供が自分の誕生の瞬間を目撃したという事例は記録にない。脳波がゼロの状態で、なぜそれが見えたのか、誰も答えを持っていなかった。エマが目を覚ました後、母親に言った言葉がある。ママが泣いてたの、見てたよ。私が生まれた日に、母親は言葉を失った。その日、病室にいた医師も、看護師も、誰もが静かになった。エマの記憶は、脳が作り出したものではなかった。少なくとも、今の科学では、そう言い切ることができなかった。3歳の少女が境界の向こうで見たものは、死の景色ではなかった。それは、生きてきたことの、すべての重さだった。すべての美しさだった。エマは、それを抱えたまま、戻ってきた。次回、エマは病院のベッドの上で、もう一つの言葉を口にする。それは、この物語の最後の鍵となる。モニターの数値が静止していた。9分間、エマの心臓は沈黙の中に閉じ込められていた。医療チームは諦めていなかった。胸骨圧迫を続けながら、誰もが祈るように画面を見つめていた。その時、だった。モニターがかすかに反応した。最初はノイズのような細い波形だった。しかし、それは確かに動いていた。担当医が声を上げた。反応があります。続けて、
圧迫のリズムが変わった。チームの動きが一瞬で鋭くなった。エマの小さな胸が上下し始めた。最初は弱く、それから少しずつ力強く酸素飽和度の数値がゆっくりと上昇した。看護師の一人が息を飲んだ。誰も言葉を発しなかった。ただ、数値を見ていた。心拍が戻ってきた。規則的に。確かに、担当医はモニターを見たまま静かに言った。戻ってきた。その一言が処置室に広がった。緊張が一瞬で解けた。しかし、誰も喜ぶことができなかった。9分間という時間は脳にとって決して短くはない。どれほどの損傷があるのか、意識は戻るのか。医師たちの表情には安堵よりも先の不安が滲んでいた。エマは集中治療室へと移された。その日の夜、小さな指が動いた。母親が気づいた。エマ、返事はなかった。しかし、指はもう一度動いた。翌朝、エマは目を開けた。ゆっくりと、まるで長い旅から帰ってきたように、母親は泣きながら手を握った。エマは母親の顔を見た。そして少し考えるように目を細めた。お母さん、おばあちゃんが来たよ。母親は言葉を失った。担当医が後に語っている。あの子の言葉を聞いたとき、私は医師として何も答えられなかった。脳波がゼロの状態で何かを見ることは理論上不可能なはずだ。しかし、エマは見ていた。それだけは確かだった。奇跡という言葉は科学の世界では使われない。しかしその日、処置室にいた全員が同じものを感じていた。名前のつかない何かを。エマは戻ってきた。脳波ゼロの9分間を超えて、教会の向こうから手を引かれるように。しかし、物語はここで終わらない。エマが病院のベッドで口にした。もう一つの言葉。それこそが、この出来事の本当の意味を静かに変えていく。エマが戻ってきてから3日が過ぎた。病室の空気は少しずつ変わっていった。最初の夜、母親のサラは眠れなかった。娘の顔を見つめながら何度も同じことを考えた。あの9分間、エマはどこにいたのか、誰が手を引いていたのか。エマは相変わらず静かだった。しかし、以前とは何かが違っていた。同じ子供なのに、どこか落ち着いている。怖がらない。暗闇を怖がらなくなった。入院前まで、エマは夜が苦手だった。電気を消すと泣いた。一人では眠れなかった。しかし退院後、エマは一人で目を閉じた。大丈夫。おばあちゃんがそこにいるから。そう言って、静かに眠った。サラは言葉を失った。その夜、夫のジェイクと二人でテーブルに座った。長い間、何も話せなかった。エマが描いた絵が、テーブルの上にあった。窓から光が差し込んでいる。その光の中に、白い服を着た女性が立っていた。髪の長い、優しそうな顔の女性。ジェイクの目が、滲んだ。これは、母さんだ。声が震えていた。彼の母親、つまりエマの祖母は、エマが生まれる2年前に亡くなっていた。写真を見せたことは、一度もなかった。名前を教えたことも、なかった。エマには、会えるはずのない人だった。それなのに、絵の中の顔は、あまりにも似ていた。翌朝、エマは朝食を食べながら言った。ねえ、おばあちゃんはまた来てくれるかな。サラは静かに聞いた。おばあちゃんは、何て言ってたの。エマは少し考えてから、答えた。大丈夫だって、もう少しだけ、こっちにいなさいって。担当医のローレン、ハリス博士は、この話を聞いて長い時間、沈黙した。脳波がゼロの状態では、いかなる知覚も起こり得ない。それが神経科学の答えだ。しかし目の前の絵と、エマの言葉は、その答えを静かに揺さぶっていた。変わったのは、エマだけではなかった。サラは、それまで避けていた夫の母の話を、するようになった。ジェイクは、何年もしまっていた母の写真を、居間に飾った。家族の中に、ずっと空いていた場所が、少しだけ埋まった気がした。死は、終わりではないのかもしれない。そう感じさせる何かが、エマの9分間の中にあった。しかし、これほどの体験が、科学の言葉でどう語られるのか。そして信仰は、この出来事に何を見るのか。次なる問いは、もう静かに始まっている。科学は、この体験に何というのか。まず、神経科学の立場から見てみよう。心停止の状態では、
脳への血流が止まる。酸素が届かなくなった脳細胞は、数秒以内に活動を停止する。脳波がゼロになるということは、意識を生み出す仕組みそのものが、完全に機能を失った状態だ。つまり、科学の常識では、何かを見ることも、感じることも、あってはならない。しかし、エマは見た。脳波が完全に停止していた9分間の間に、研究者たちはいくつかの仮説を提示している。一つは、臨死体験は、蘇生の直前か直後に、急激に活性化した脳が生み出す幻覚だ、という説だ。しかし、この説には弱点がある。エマが語った祖母の描写は、あまりにも具体的すぎた。会ったことのない人物を写真でも見たことなく、正確に言い表した幻覚が知らない顔を生み出すことができるだろうか。もう一つの仮説は、量子意識と呼ばれる考え方だ。意識は脳という物理的な器官に閉じ込められているのではなく、より根源的な量子レベルの現象として存在しているという理論だ。この考え方によれば、脳が止まっても意識そのものは継続できる可能性がある。ただし、この理論はまだ証明されていない。科学の扉は、ここで静かに止まる。では、信仰はこの出来事に何を見るのか。多くの宗教的な伝統は、死を終わりとは捉えていない。魂は肉体を離れても存在し続けると教える。エマの祖母が孫娘を迎えに来た。そして、もう少し待つよう伝えて、送り返した。この物語は、宗教的な観点から見れば、ごく自然な出来事として映る。死の向こう側に、愛する人が待っている。それは、人類が何千年もかけて語り継いできた、信仰の核心だ。科学と霊性は、対立しているように見えて、実は同じ問いを追い続けている。意識とは何か、死の後に、何が残るのか。エマの9分間は、その問いに、言葉ではなく体験として答えた。答えは証明できない。しかし、否定することも、できない。次に問うべきは、この体験が私たちに何を伝えようとしているのか。だ。エマは、あの9分間から何かを持ち帰った。それは恐怖ではなく、ぬくもりだった。その意味が、静かに浮かび上がろうとしている。エマは、あの9分間から戻ってきた。脳波がゼロの状態で、彼女は何かを見た。祖母の顔を、窓から差し込む光を、そして、温かい手のぬくもりを。科学は、それを説明できない。しかし、エマは今も、あの瞬間を覚えている。3歳の子供が、生まれる前に亡くなった祖母を、正確に描写した。その事実だけが、静かにそこに残っている。私たちは、死を恐れる。なぜなら、その先に何があるのかを、知らないからだ。しかし、エマの体験は、その恐怖に小さな問いを投げかける。もしかしたら、死の向こう側は、冷たい闇ではないのかもしれない。誰かが、待っている場所なのかもしれない。愛する人が、手を差し伸べている場所なのかもしれない。それが真実かどうかは、誰にも断言できない。だが、エマが持ち帰ったものは、恐怖ではなかった。それは、安らぎだった。つながりだった。消えることのない、愛の記憶だった。神経科学者たちは、今もこの問いと向き合い続けている。意識はどこにあるのか、脳が止まった後も、何かが残るのか。2026年3月のテキサスで起きたこの出来事は、医学の世界にも小さくない波紋を広げた。答えはまだ出ていない。しかし、問い続けることをやめない人々がいる限り、その扉は開かれたままだ。あなたはどう思うだろうか。意識とは何か。死の後に何が残るのか。エマの9分間は言葉ではなく体験としてその問いに答えようとした。その答えを受け取るかどうかはあなた自身の心の中にある。今夜眠りにつく前に少しだけ考えてみてほしい。あなたの大切な人は今もどこかであなたのそばにいるのかもしれない。